はい、こんにちは、吉田です。Z9 より先に、キャノンの EOS R3 が、発表になりましたね。で、これから発売っていうところですけど、実際に発表されたスペック見てると結構手堅いなーって感じしますよね。どの辺が手堅いなって思ったかっていうと、画素数が2400万画素に抑えられてて、ね、EOS1DX 系 Mark2、Mark3 と2000万画素っていうところだったのが、2400万画素になって、動画が 6K を撮れるようになって、で、ハイスピードも 4K120p が撮れるようになって、画素数が2400万画素になって、動画が 6K が撮れるようになったと。6K60p のロー動画が内部記録できる。すごいですよね。で、だから要するに 4K までに抑えて、あれですよね。手堅く撮れるような感じになったと。で、6K のサイズ撮れるって結構大きいと思うんですよ。動画でもトリミング体制出てくるっていう話になってくるんで、それすごいいいなと思います。なんかすごく手堅いスペック。なんか、あれですね、銀塩時代の EOS3 を思い出させるぐらいに手堅い感じですよね。うん。なんか、全体的にいいカメラだなと思います。で、4K も、120p まで撮れるようになって、ハイスピードが 4K で撮れるっていうところで、もうやっぱり 120p も 4K で撮れるっていうのがもう今年は標準ですね。なんというか。うん。で、正直その辺も 8K 乗せてその 4K120p を実現してた EOS R5 とかと比べると R3 の方がなんというか手堅いところに抑えてるなと。 8K まではそんなに使わない。だからだけど6K のところで、それをフルフレームで撮れるようにして 4K でっていうような使うっていうような感じの流れかなっていうところで、はい、で視線入力と AF 動体認識の AF が、人とか動物もそうなんですけど、モータースポーツの車バイクも対応っていうところはなんというか EOS っぽいなと思いました、動き物をやっぱり撮る人はどうしてもやっぱり EOS のトップレンジ多いと思うんで、そういうところがやっぱり手堅くまとめてきたなっていう気が正直言うとしています。なんかね、その辺がね、すごいいいなとは思って見てたんですよね。だから実際結構、ちょっと縦型、縦位置まで、取れるような縦位置グリップまで一体化した大型のボディですけど、それでもミラーレスなんでね、割とコンパクトめな感じでしょうし、なんかね、全体的にいいまとまり感だなという気がします。はい。で、高画素を求めるんであれば、R5 を使ってくれっていうことですよね。で、スピードと使い勝手のいい画素数を、載せてきたと。いいカメラですね。なんかね、そういう手堅いまとめ方っていうのが大事だなっていうのはすごく思います、最近。その手堅いまとめ方も、今までの 1DX に比べると、現代に合わせてきた。結局2000万画素台は確かに、スピードの維持はできるんですよね。記録、連写とか。ただ、その動画も載せなきゃいけないっていう部分、それでも動画だって、4K は十分載るんですけど、実際のところ 4K を実用にするっていう意味である程度そのトリミングもできるようなぐらいまで、多少拡大したって大丈夫っていうようなところも込みで考えるとやっぱりちょっと画素数は大きめに取っておいて損はないっていう部分はやっぱりあると。っていうところでいいスペックですよね。で仮にですよ R1 が出るのかっ
ていう話ですよね。ただこの R3 が結構手堅くまとまってきてるので R1 どうなのかなっていうで、正直言うと R1 にするんだとしたらこの先 R5 で載せてた 8K 動画が載るかみたいな話になってくるんじゃないのかなと。そこぐらいしか逆に言うと付け足す点がないんですよね。でそれをやった結果、動作の安定感っていうのが維持できるかっていう問題が出てくると思うんですよ。で現時点でそこまでをこのミラーレス、135フルサイズのミラーレスボディで実現するっていうのがどれぐらいできるのかっていうのと、やる意味があるのかっていうところですね。 8K の要求レベルがそこまで来てるかっていう話だと思います。そうやって考えると正直言うと 8K まではそこまで要求されてないんじゃないかなっていう気がしないでもないですね。そうやって考えると 8K を追加するメリットがないとすると R1 っていうのってどうなんだっていう。であとは連射速度を速めるとかっていうようなところとか AF のさらに改善するとか、そういうポイントになってくるのかなという気もしますが、あと何をやるっていうとこですよね。結構現状バランスのいいボディができちゃったな EOSR シリーズに関してはっていう感じがしています。はい。最初 EOSR が出た時はどうしたんだろうっていう感じがしてましたけど R6、R5 を経て R3 で、結構の定番っていうような感じの使われ方というか使い勝手のボディが出たっていうところで、なんかもうキャノンはある意味安定しちゃうかもしれないですね。ただ個人的にねちょっと不安なのがフラッシュのホットシューの新しいスタイルのやつですね。元々のホットシューのところは活かしつつちょっとソニーみたいな奥側に端子をつけてる感じのやつに変わりましたよね。奥側の端子ってどうなんだろうなっていうのと、狭い、アクセサリーシューに差し込む足に端子が増えるのってどうなんだろうなっていう気がするんですよね。アクセサリー側的には壊れやすくなったりしないのかなっていうのと、結局それができて便利になりますって言っても、接触不良とかも含めてなんか頻繁にエラーが出るようになると逆に不便になるんですよね。だから極端なね極端なというかものすごく便利になるのかっていうと実はそこまで便利にならないんじゃないかなと個人的には思ってるんですね。ホットシューのところをねホットシュー以上に多機能化しようとするのはねやめた方がいいと思うんですよね個人的には。ホットシューのところは本当に天面に、ピン型の端子で接触させるぐらいしかやんない方がいいんじゃないかなと正直言うと思ってます。あれはね不安で、今のところなんかマイクとかそういうのが多いですけど、いやマイクもねあれ用で作ってそこで使ってってそれが壊れちゃって替えの 3.5mm ジャックのマイクを持ってないとかになると持ってけばいいんですけど、抜き差ししたりが発生するっていうのと撮ってる間に接触不良が起こると一番厄介なんですよね。マイクとかもそうなんですけど、だからそういうのってどうなのかな。あとはスマートフォンつなげられるっていうのがありましたが、それで通信できるようになるのかな。いや通信するとなるとやっぱりその接続が途中で切れるってなるとちょっと嫌なのかなっていう気がします。ちょっとそのスマートフォンのやつはちょっとちゃんと詳しく調べられてないんでどこまでできるかわかんないんですけど、だからなんというかそう本当にねホットシューのところはあんまいじらない方がいいんじゃないのかなっていう気がします。
個人的にはそのホットシューのところをどうこうしたアクセサリーはあんまり使わないような気がする。仮にそういうカメラを持ってても。なんでかっていうと、それ以外の一般的な端子の方が、他の社外品も選べたりもするし、トータルで便利だったりもするので、そういうことを考えると、そっちを使うかな、個人的には。はい。で、最終的に、やっぱりそういう汎用性というか、カメラを変えても同じやつを使って似たようなことをやればなんとかできるって結構大事なんですよね。専用品であつらえちゃうと他に回せないとか、それが壊れた時に代わりがない、もしくは代わりをそれ用で用意しなきゃいけないとか、そういう風になってくると荷物と手間ばっかり増えるんですよね。でかつこれあんまりそういうケースないかもしれないですけど、複数のカメラマンで現場に入るような時に、使ってるカメラが違うで使ってるアクセサリーも違うになってくると、アクセサリーが共用できないですよね。だ1人が R3 を使っていて、それ用でマイクとかも全部揃えてたりとかして、簡易に例えば撮影後の、ちょっとスポーツの現場で選手のインタビューまでするみたいな動きになった時に、他の人がマイクないから貸してくれない、壊れちゃったから貸してくれないとかになった時に貸せないとか、そういうこともあるので、なんか逆にね、そういうのってやってくんなくて別にいいんだけどっていう気が個人的にはしちゃいます。そう、個人的には汎用性の高い一般的に出回ってる端子の方が、嬉しい、そういうのは。はい。っていうようなところで、なんか今パッと出てるスペックをさーっと眺めて思い当たるのはそういうところかなっていう気がしてますね。はい。だからそれ以外はすごくバランスのいいカメラな気がします。買った人は結構幸せになれるんじゃないでしょうか、これ。いいっすね。いや、これに対してっていうところで、気になってくるのは Z9 ですよね。オリンピックの時でもリーク画像が出てましたけれども。というわけでですね、その Z9 はちょっと別の動画にさせていただこうかなと思いますが、はい。はい。というわけで R3、なんか良さげなカメラな気がします。はい。ホットシュー以外は。はい。ホットシュー、あんまりその専用のアクセサリー、端子追加したやつを使うアクセサリーは、仮に R3 を使うつもりになってたとしても、なんか自分はあんま買わないかもしれないですね。使うとしたら、新しいスマートフォン用のあれが、何ができるかによってそれを使うかもしれないっていうところですね。そういう独特なやつだったら壊れるかもしれないこと覚悟で一応2個買っとくとかできると思うんで、マイクは別に用意したいな、っていう気がします。はい、そんな感じですね。はい、R3 を見ててもう本当は思ったことなんですけど、多分レビューとか買われた方これからどんどんやってくださると思うんで見ていきたいなと思います。はい。それでは今日はこんなところです。失礼します。ありがとうございました。